こんにちは、6月の4日金曜日です。今日はですね、インフレどころではなく、このままではスタグフレーションに突入する可能性があるという内容のニュースをご紹介したいと思います。で、スタグフレーションとは何なのかということなんですけれど、これはですね、景気の停滞と、物価の上昇、これが同時に発生する現象のことで、日本では1970年代に、一度スタグフレーションが起きています。で、通常ですね、景気が、不景気になると、需要が落ち込んで物価が下がるんですね。で、これデフレの状態です。で、逆に景気が上向くと、人々の購買意欲っていうのが刺激されて需要が拡大して、で物価も上がっていくと。で、これインフレの状態なんですが、ただ何らかの理由で人件費だったり原材料費が高騰していくと、景気がね停滞したまんま不景気の状態のままでも物価だけがどんどん上昇していってしまうと。で、これがスタグフレーションが発生していくその仕組みということなんですけれども、今回ですね、アメリカの経済が今後スタグフレーションに陥るっていうことを予測して警告しているのが、有名なエコノミストのデイビッド・ローゼンバーグさんという方になります。で、彼が言うにはですね、このコロナの影響でアメリカでは失業保険を申請する人の人数っていうのがどんどん増えていってる状態なんですね。で、このまま失業率が高まると、消費は落ち込んでデフレが1回発生するんですけれど、そこから1年から3年後には景気が下がったままの状態で物価が上昇してスタグフレーションになるっていうふうにおっしゃってるんですね。で、さらにコロナで従業員の体調管理にこれまで以上の配慮とコストをかけざるを得なくなった企業っていうのは、コロナの治療法やワクチンが見つかった後もその生産性が低下し続けると。で、結果として物の供給、この作って物を売るっていうこの作る方が滞ってしまって、で需要が回復した時にそれに対応しきれなくって、で結果物価が上がってしまうと。で、一方でその生産効率が戻らない企業は業績がどんどん悪化して失業者が増えていく、この悪循環をずっと繰り返していくだろうっていうのが、彼が言っているねシナリオだそうです。で、アメリカそんなに失業率がすごいっていうことは、そんなに求人がないのかなっていうふうに思われるかもしれないんですけれど、実は求人はすごくたくさん出てるんですね。主に販売業なんですけれど、めちゃくちゃ出てて、私が住んでいる周りのスーパーとか、あとどこだろうな、ちょっとしたショッピングモールとか、ああいうところの販売員さんとかもすっごい求人かかってるんですけれど、全然応募がないみたいなんですね。で、その理由っていうのが、自分が実際働いてその給料をもらうよりも失業保険で申請してもらうお金の方が金額が高いらしいんですね。で、働こうとしないっていう人が多いみたいです。で、ちなみにですね、2020年の5月15日、ちょうど1年ぐらい前の話なんですけれど、有名なウォーレン・バフェットさんがですね、アメリカのゴールドマン・サックスっていうところの保有株の8割を売却していたことが分かって、今ねちょっと話題になってるんですね。なので、世の中の富裕層たちが株から少しずつ手を引き始めてるのかなっていうのが、このことからもね少し分かるかなと思います。ということで、このままいくとインフレどころかスタグフレーションという最悪の状況を招きそうだという内容のニュースをご紹介したんですけれども、ですね、世界の状況を見ていると、そのワクチン接種がある程度進んだ国から経済を再開させていってもいいですよみたいな感じの風潮が今あると思うんですね。で、日本っていうのは世界的に見ても、ご存知の通りワクチンの接種率がかなり低いんですね。で、その経済の面からだけで言うと、この接種率が低いっていうのはその経済面だけですよ。その副反応がとかそういう話を今ちょっと一旦抜きにして、その経済面だけで見たときに、相当な打撃が来るだろうなということがわかるんですよね。つまりその日本もインフレプラス不景気のダブルパンチのこのスタグフレーションっていうのに突入する可能性があるっていうことになります。
で、すでにね、穀物の価格だったり木材だったり、あと半導体とかに使われる金属、ああいったものの値段がかなり高騰してきているのは、ご存知の通りだと思うんですけれど、今後パソコンとか携帯電話、このあたりがかなり値上げしてくる可能性があるので、もし買い替えを考えている方は早めにねちょっと検討しておいた方がいいと思います。で時期としてはやっぱりこの夏から秋に入る前ぐらいに1回値上げがあると思うんですね。それは家電だけじゃなくて食品類、そういったもの全部だと思うんですけれど、なので、この夏の間に日用品とか、ずっと使い続けることが分かっている消耗品なんかは多少ちょっと買っておいた方がいいかもしれないです。ということでね、もう夏もきっとあっという間に終わってしまうと思うので、この夏の間にねなんとか、資産の分散をしていただいて、最低限必要なものを少し多めに買っておくっていう準備はされておいた方がいいかなというふうに思いますので、自分にとって必要最低限なものをリストアップしておくってことぐらいはもう始めていかれた方がいいかなと思います。ということで今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。